こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は空きなし、ポケットなしで作れる簡単バルーンスカートを作っていきたいと思います。いつも通り要細本を見ながら、それを解説しながら作っていくという風にして進めていきますが、いつもと一つ違うのがアレンジを加えたっていうところです。なぜアレンジを加えることになったかっていうところについては前回のこの動画で紹介していますので、ぜひこちらも見ていただけたら嬉しいです。型紙やデザインをちょっとアレンジするだけで、例えば生地があんまり足りなそうな時、ギリギリだなっていう時もなんとか足りるようになったり、あとは自分があんまり好みじゃないなと思っていた生地も自分のお気に入りの服に仕上がったりなんていうことも起こります。今回は私がしたアレンジと同じように作っていけるように、どんなアレンジをしたのかっていうところと、あとは型紙はどうやってアレンジして作っていくのかなんていうところを解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めたいと思います。スタート。まずは型紙から見ていきたいと思います。使うのはいつも紹介しているボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中の27番バルーンスカート、これを作っていきたいと思います。この本の通りに作っていくのであれば、使う型紙っていうのはスカートの身ごろ、これ一つだけです。でこれが前身ごろと後ろ身ごろになるので、あとはウエストと裾にタックを入れてバルーンの形を作ってスカートにしていきます。でもう一つ、このウエストベルトのパーツがあるんですけど、このウエストベルトはこのサイズの長方形、縦7センチで横がサイズによって違うんですけど、横の長さの長方形を書いて型紙にしてもいいし、型紙作るのめんどくさいなっていう時には生地に直接四角形を書いて裁断しちゃうこともできます。で注意点は、この7センチ×例えば S サイズだったら46センチ、これにプラスでこの輪の部分じゃないこっち側には縫い代1センチが必要なので、そこだけ気をつけてください。だからね、型紙とか作り方自体はとっても簡単なんです。そして必要な生地がここに書いてある通り 1.6 メートルから 1.8 メートル。はい、今回私がアレンジをせざるを得なくなったポイントの一つがここです。生地の量が全然足りませんでした。私の生地は 1.2 メートルしかなかったんです。ということで、今回のアレンジポイント2つを紹介したいと思います。まずアレンジポイントの1つ目は、今のところですね、生地が 1.2 メートルしかなかったので、型紙をスパッと分けて、一つ一つのパーツを小さく分けて使うっていうことです。そしてアレンジポイントの2つ目、身ごろに使う生地がスケスケ&ちょっと甘々、可愛すぎる感じの生地だったので、少しシックに、あと透けないようにするために裏地を1枚入れて作るというところです。この2点が今回のアレンジポイントですね。では1個ずつ詳しく見ていきたいと思います。これが本の通りの型紙です。この型紙のままだと私の持っている生地は全く足りないんですね。そこでこの型紙は前中心、後ろ中心、この直線の部分を輪にして生地を裁断するのですが、一度型紙を写したものを反転させて、で反対側もパターン用紙に書きます。そうするとここが輪ですよじゃない、もう1枚の身ごろの形の大きな身ごろの型紙が出来上がります。はい、それがこれです。こんな感じで真ん中側じゃなくって、もうね左右の身ごろが出来上がってるような形の型紙を一度作ります。でここで一つの型紙を小さくするために、今回は私は上下に分けました。でこの時にこの分ける線の位置っていうのは本当にその一人一人のねデザインになります。ここで例えばまっすぐね
真横に切ってあげてもいいと思うし、それが上の位置でもいいと思うし、下の位置でもいいと思うしね、生地の大きさに合わせて、結局生地に入らなかったら元も子もないので、生地の大きさと照らし合わしながらこんな感じでね、横に線を引いてあげるとか、今回私はスパッとこんな感じで斜めに切り替え線を入れてあげたら可愛いかななんていうふうに思ったので、斜めの線を入れて上下のパーツに分けました。ということで裁断をしたいと思います。はい、裁断が終わりました。では縫い代を見ていきたいと思います。縫い代はとっても簡単なんですけど、裾の部分以外は全部縫い代1センチでつけています。で、今回裾の部分は本の通りだと縫い代3センチついていたんですが、生地がねすごく薄いので縫い代2センチに減らしました。縫い代をつける順番の基本としては、縫っていく順番に縫い代をつけてあげるっていうのがあるんですけど、今回このスカート一番最初にすることは何かっていうと、この上と下に分かれている身ごろのパーツを縫い合わせて合体させてあげるところから始めます。なのでどこから縫い代をつけるかっていうと、この斜めの線、下のパーツの斜めの線、あと上のパーツの斜めの線、ここから先に縫い代をつけて、この斜めの線のぶつかったところ、ここの部分で直角出しをしてあげます。下も同じですね。あとはもう縫い代を1センチでダダッとつけていって OK かなと思います。あと下の方のパーツは裾の部分だけこんな形になりますね。裾を折ってあげて、で縫い代をカットしてあげるといいかなと思います。バルーン型なので裾に向かってこうカーブしているので、裾のところのね縫い代を少し多めにこっち側も取っといてあげると後で足りなくならないかなという感じですね。次、裏地です。タックの部分には合い印でチョキンチョキンと切り込みを入れておいてあげてください。裏地は超簡単ですね。これがね、最初の本の通りの型紙で、この裾を裏地の長さに折ってあげただけですね。で、裾は縫い代2センチ、上と脇は縫い代1センチつけてカットしています。裾の部分はここも折り上げ法をしてあげてください。で、前中心後ろ中心は輪にしています。なので2枚裁断して裁断が完了です。ちなみに余談なんですが、じゃーん、白いね表の生地の残った生地はこんな本当に紐状ギリギリのこんな感じのものばかりになりました。一番大きくってこれかなね。白いシャツのポケットとか、あとなんだろう、巾着とかポーチの裏地とかにしてあげても可愛くなりそうですね。今回もかなり上手に裁断できたんじゃないかと思います。ここまでね残りの生地が少なくなると、もう気持ちもスカッといい気分になりますね。ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価ぜひお願いします。次回は実際に縫っていきたいと思いますので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。